でこういうふうに骨盤が後ろにこう後傾しちゃってる状態だとこれどんだけやっても開脚ができないので、まずはとりあえずこの状態で後ろにぐーっと骨盤を、背中筋を飛ばしてこんにちは、空手家工芸です。今回は後血が上段を蹴るためにやっている柔軟についてお伝えしたいと思います。やっぱりフルコンタクト空手でみんなが憧れる技といえば上段への、蹴りによる一本勝ちだと思います。僕も少なからず、上段蹴りへの、上段への蹴りで相手を倒してきたので、体が硬くて上段が蹴れないんですが、コウケさんはどんな柔軟をしていますかとか、どんな柔軟をすれば上段、蹴りが、そんなに上がるんですかと、結構聞かれるようになってきているので、今回は僕が行っている柔軟体操とどうすれば上段の蹴りにつながるのかについて解説したいと思います。このチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますが、僕が運営する空手家工芸のオンライン教室では、YouTube では明かせない、試合に勝つための技術から僕が現役の頃に大切にしていた、知識や、身体操作はもちろん、所属メンバーの質問コーナーなどフルコンタクト空手で強くなるための情報を惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は動画概要欄をチェックして、空手家工芸のオンライン教室をぜひチェックしてみてください。では今から後血が上段を蹴るためにやっている柔軟を解説していきたいと思いますが、まず一つちょっと先にお伝えしたいことがありますが、それは後血が上段を蹴るための柔軟方法は、お伝えしますが、僕自身体があまり柔らかくないということです。実はですね、僕が、指導している上でも、結構口にしてるんですが、体は硬くても正しく、体を使えれば上段は蹴れるという理論で空手をやっていて、柔軟も、最低限の開脚ができればいいと考えている上に、ちょっと、ちゃんとしたエビデンスとかデータを取ってるわけではないんですが、僕が知っている限り極端に柔軟性が高くて上段が蹴りまくれる人は、膝の靭帯を損傷、して、選手離脱したりとか怪我で、靭帯損傷で、悩みを持っているっていう一般の選手がですね、正直たくさんいるせいで、ちょっとですね、これ本当ちゃんとデータ取ってないんですが、正直、たくさん蹴れるからたくさん蹴るから、そういう損傷のリスクが高くなっている可能性もあるんですが、例えばですけど開脚がグヨーンって柔らかい180度以上開いちゃう人って自分の蹴りを蹴った時ってそもそもそんなに開脚をしてないので、何かしら自分が思ってないアクシデントがあった時にこの自分が開脚できてしまうが上にちゃんと力が入ってないとこの変な方向に関節がぐにゃっと持ってかれて、損傷につながるんじゃないかなっていう、ちょっとその開きすぎるせいで起きてる靭帯損傷のアクシデントもあるんじゃないかなっていう、ちょっと疑いというか、僕自身現役の頃に絶対そういう怪我はしたくないと思ってたので、言い訳にもなっちゃうかもしれないけど、正直そういう、リスクも避けるために180度開脚するような柔軟は僕自身実際に避けていたっていうこともあるので、ちょっとあえてしてこなかったっていう面もあります。だからとちょっと今でも体がそんなに柔らかくないんですが、ただ、それでも上段を蹴れるようになるためにはやっぱり、こういう柔軟をやった方がいいというのはありますし、当然開脚ができるからこそできる上段回しもあるので、その開くのはダメだっていうことを言うわけではないんですけども、ちょっと僕の中ではそのリスクを、負う可能性があると思ってたので、それを避けたいっていうのもあって、無理に人に、開脚を強いたりはあんまりしてこなかったんですけども、その上でも僕がやってる柔軟体操、上段これぐらいはやれるようになっといた方がいいよっていうものを、今から解説したいと思います。ではですね、後血が行う、開脚用の柔軟体操の4つの注意点だけ先にお伝えします。1つ目、骨盤を立てる。2つ目、骨盤を倒す。で、4つ目、横開脚よりも、縦開脚。そして、4つ目が前後開脚と横開脚をつなぐになります。ちょっと今からですね、これ1つずつ解説したいと思います。では最初にですね、骨盤を立てる、柔軟体操っていうのをちょっと再生解説していきます。骨盤を立てるっていうのがですね、こういう柔軟体操をするときに、一番これ骨盤立ってないよってよく、やるパターンが、ここを背中をこう後ろですね、ここを後ろに倒して上を曲げてこういうやつですね、これが骨盤がめっちゃ上がってる状態っていうものですね。で、骨盤を立てるっていうのはイメージはこう背筋をピンと伸ばして、なんならですね、顔は下向くんじゃなくて顎は上に上げるって感じです。この形で背中を反った状態を作ります。この形で、柔軟体操の、形をとっていきます。まず骨盤を立てる、立てることが大事なんで、これ
こういう風に骨盤が後ろにこう後傾しちゃってる状態だと、これどんだけやっても、開脚ができないので、まずはとりあえずこの状態で後ろにぐーっと骨盤を、背中筋を飛ばして骨盤を立てます。で、顎を正しく立てますね。で、二つ目の骨盤を倒すのはこの状態のまま、自分の場合膝とつま先を、内側に倒しながら、顎を上げたままお腹を地面に近づけていきます。で、正直僕体が硬いので、全然前に倒れないんですが、この形のままで結構なので、これ倒れないからってこうやってやっちゃったらもう何の意味もないので、なんならこう後ろに背中の方に手を置いてもらって、この形を保ったまま、これだけで結構です。これでグーグーグーと倒すと、この状態で膝と、つま先を内側にしながら背を起こしてギュッギュッ、なんならこの状態で背中の方をこうやって押してもらっても OK です。こう前に持ってきちゃうとこういう風になる人はどうしても増えてしまうので、もう後ろで OK なので、まず起こしたままこういう形で下に近づけるですね。で、この状態で倒していきます。見てもらうと分かるんですけど、僕、骨盤立てて倒すとこんだけしかいかないんで、横開脚かなり硬い方だと思います。で、これで、開脚していきます。で、プラス、僕実は横開脚はそこまで、重要視してなくて、見てもらうと分かると思うんですけど、僕よいしょ、これがちょうどこの線があるからいいか、ここを0度として合わせてここかな、0で合わせて開脚すると、よいしょよいしょ、こんなもんかな、よよよよ、開脚としてはこんなもんですね。今何度ぐらいなら、多分ここが90度、ここが180度なんで、50度から60度ぐらいあるのかな、何度だろう、180-60、120度ぐらいですかね。120度ぐらいです。正直ですね、僕の理論的に90度あれば自分の身長の顎が蹴れる。で、100度開けば自分の、側頭部蹴れる。120度いけば自分の頭の上とか頭ぐらいは蹴れるので、自分の開脚だと大体このぐらい蹴れるかなっていう感じになりますね。これ実際に、よく体が硬い人にやってもらうんですけど、じゃあすみません、じゃあちょっと開脚してもらっていいですか、そこで。はい。で、開脚をグーッとした。僕の顔ぐらい開きますね。これよく、これちなみにさっき高橋さんが体自分が硬いって言ってたんですけど、これ僕からするとこれ十分柔らかい分類です。僕と同じぐらいの硬さなので十分柔らかいんですけど、これよくこのぐらい開いてるのに体が硬くて顔が蹴れないっていう人いるんですけど、こういう時に、絶対蹴れるよっていうのを言うんですけど、120度開いてるんで、高橋身長いくつです？168です。168で、さっき言ったみたいに、168の人の頭の上を蹴れる開脚角度なんですよ。ってことでどういうふうに証明するかっていうと、僕がこうに寝ます。で、ここが地面ですよね。合わせます。そうすると寝た時に僕の顔蹴れるんですよ。なので、この開脚が開ければ上段が蹴れるということで、高田さんは正しく体を使うと僕の顔は蹴れるということなんですよ。なのでこの開脚ができた時点で体が硬くて上段が蹴れないというのが嘘ということであるのでそう、実際先ほど蹴れるようになりましたしねちょっとさっきのねちょっとしたレッスンで蹴れるようになったので、今後はね高田さんが体が硬くて蹴れないということはもう二度とないと思いますねそうありがとうございますあとですね、僕が、大切にしているのが実は横開脚よりも縦開脚っていうのを大切にしてて、これ縦開脚はベースとしては、この形で、これも基本的に骨盤を背骨をぐっと起こして立てた状態で、つま先を触る。これ最初きつい人は、こことかでも OK なんで、これもこうやってやっても意味がないので、立てた状態でこうやって少しずつ自分の足持って胸を起こした状態で立てた状態でこれで倒していきます。で、ある程度これができたら、前後に開いてもらって、この開脚ですね、こういう開脚をしっかりしていきます。僕もそんな180度つくわけではないんですけども、こちらに関しては最低限ある程度、縦が開いておいた方が、変化する蹴りとか蹴りやすくなるので、この縦開脚は必ず、やるようにします。でプラス、4つ目の縦開脚から横開脚をつなぐっていうんですけど、これ実はですねやっておかないと、蹴りの変化ができなくなるんでやってほしいんですが、これ何をするかっていうと、こうやって横に開いた状態から、膝をグッと入れて、縦横
縦っていう感じでこの間をつなぐ柔軟をしてほしいんですね。これできない人って横は開きます、縦は開きます。だけどつなごうとするとよってなっちゃうとこれが、つなげないので、なるべく、縦を開いたままこのままでぐるぐると横縦をこういう風につないで、股関節をこうしっかり、縦から横へ変化できるように最低限つなぐっていう練習をしますね。これでなんですかね、横開脚のこう立てた状態で倒すっていうのと、縦開脚やる、それをつないでいくってことで、僕が重視してた柔軟体操はもうこれになりますんで、以上4つがですね、僕が上段を、蹴るためにやっていた柔軟の際に注意していたことになります。ただし、過去のですねウォーミングアップの、動画だったかなで、お伝えしたことがあるんですが、今回行ったようなこの柔軟性を上げるためにこのグーグーあいてててっていう感じでやる柔軟ですね。こういう柔軟体操は出力できる、筋力を一時的にこの下げてしまうので、試合前はもちろん稽古前にやることは、お勧めしません。稽古前や試合前にやる場合は痛みを伴わず気持ちよくできる程度のストレッチまでとし、それ以外で柔軟性を上げるとしたら、軽くこうジョギング的な運動で、軽く心拍を上げて少し汗が出るぐらいのウォーミングアップをした後に動的ストレッチなどを行うようにしてください。動的ストレッチで空手で一般的なのは前蹴上げとか横蹴上げっていう技になって、ちょっといわゆる僕が進めてない静的ストレッチ、試合前にやっちゃいけないのが、さっきみたいにこう開いた状態で、例えばよいしょこの状態でこう1234567痛いみたいな感じのやつは、絶対に避けてほしくて、最低限こう軽くストレッチやるんであれば、こう痛みとのわない程度パタってよいしょって感じで、ちょっと気持ちいいなぐらいの、柔軟までにしておいてもらって、静的ストレッチはそんなもんですね。で、動的ストレッチとかやる場合は少しウォーミングアップで、ジョギングしたりとか、軽くこうシャーって軽くシャドウして少し体温めた後にこうやって前蹴りみたいにこうグッと、勢いでポーンと上げちゃうようなストレッチですね。こういうストレッチを、する分には結構なんですが、静的ストレッチであいたたたっていうのがないようにですね、ちょっとしてもらえばなと思います。今回ご紹介した、柔軟体操は基本的にも稽古後とか、自宅で暇な時にテレビを見ながらやなんならこうスマホ見ながら、できるような、柔軟体操ですので、隙間時間を活用すれば十分できますので、日常にうまく、取り入れていくようにしてください。正直僕道場でも柔軟体操はめったに、行ってなくて、なんかイベント的にやった後にあまりにも硬い子は、普段、こんなんスマホ見ながらでもテレビ見ながらでもできるから、日常で、やっとくようにねっていう形で、促すようにしています。ちなみに体が硬くても誰でも上段が蹴れるようになる、方法や指導方法については過去の動画でも詳しく解説していますので、そちらを確認していただき、上段蹴りをマスターしてもらえばなと思います。いかがだったでしょうか。近年はインターネットの普及でスポーツに関する知識も知られるようになったことで、さすがに未だに稽古前に静的ストレッチを重点的にやっていますという道場はなくなっていると思いますが、そういうなんですかね、そのストレッチすることで、筋力が落ちるとかそういうことを知らずに、道場でストレッチやってくれないからといって稽古前に自分でっていう感じで頑張って、柔軟してしまうと、筋力を落とした上に、開脚の伴う、部位だけ、全的にストレッチしてしまうと、要は筋肉そこの部位だけ普段と違う出力になっている状態で稽古すれば当然ですが、体のバランスを崩した状態ですね、筋肉のバランスが落ちた状態とかで稽古することになってしまうので、せっかく練習しているのに自分のバランスが悪い状態で稽古してましたら意味がないので、そうですね、稽古前とか、試合前とかにはそういうストレッチはしないっていうことを覚えておいていただいた上で、今回の、ストレッチに関しては、稽古後、自宅での暇な時間などで、活用して、やっていただければなと思います。ただですね、全てのストレッチがダメなわけでもなく、ウォーミングアップで、やっていただくような動的ストレッチとかは逆におろそかにすると怪我の原因とかになってしまうので、そこは勘違いをせずにしっかり行うようにしてください。でそれを突きを入れるとなおさらこう見えづらくなっちゃう。それが挟むっていうことです。だからつま先の感覚でいうとこういう感覚で上がる感じです。だから本当にこういう動きあります。
本日今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この動画の最後にコーゲスが運営しているオンライン教室の動画を内緒でこっそり3本プレゼントしていますので、公式 LINE の登録用の QR コード、こちら表示されると思いますので、まだゲットしていない人はぜひ登録してマルヒドがゲットしていってください。これからも空手家コーゲスのオンライン教室でオンライン教室行っちゃったこれからも空手家コーゲスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実践では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。